問題 A。小文字アルファベットとドットからなる文字列が入力される。最後のドットより後ろの部分だけ出力しろ。スプリットして最後のやつを出力。が一番楽かな。多分な。他に、素直に最後のドットの位置を見つけたり、正規表現を使ったりもできるぜ。不慣れならループでもいい。全問のコードは説明欄にもあるから必要ならどうぞ。問題 B。上下左右に白いマスが並んでいる。一番左上のマスに人が立っていて、上を向いている。次の操作を N 回繰り返す。もし白いマスの上にいるなら、黒に塗り替えて、90度時計回りに回転し、1マス進む。しばらくカット。黒マスだったら白に塗り替えて、半時計回りに90度回って1マス進む。左端と右端は繋がってるんだね。上と下もだぜ。各マスの最終的な色を出力しろ。盤面は小さいし操作回数は少ない。言われた通りにやるしかないよね。上右下左を0123とすると、時計回りはプラス1、半時計回りはマイナス1で、ここでも0と3が繋がっているって考えられるな。こういうのは割り算の余りで対処できる。ああ、C++ では負の数の割り算は避けるのが無難だぜ。問題 C。バスが走っている。ある時点以降の乗り降りの記録がある。1人乗って、2人降りて、3人乗った、って具合にな。さて、今最低で何人乗っているでしょう。その時は3人だね。バスは大きくて、最初に何人乗っていたかを0から試す暇はないぜ。最初に0人いたと思って、何人増えたか見ていくよ。そうすると一番少なくなった瞬間が分かって、その時0人になるように調整すれば OK。今回はバスはあるぜ。問題 D。上下左右にマスが並んでいて、そのうち2マスに人がいる。彼らを上下左右の同じ方向に1マスずつ動かせる。ただし移動先が壁や障害物の人は移動しない。彼らを同じマスに集めるには、最低なんて必要か？不可能ならそう言え。盤面は最大 60×60 マス。これで 1000×1000 マスとかだったら大変だったけど、あんまり広くないなら、一人で4次元空間を動くとでも思えば、幅優先探索できるね。幅優先探索ってのは、簡単に言えば、一歩ずつしか動けない時の最短経路を見つける方法だぜ。2次元だろうが4次元だろうが機械にはあまり関係ないな。問題 E。数列がある。いくつか要素を取り除いて短くする。この時、隣り合う要素の差が全て一定値以下でないとダメ。この条件の下で、削除後の数列の最大の長さは？各数値は最大50万だぜ。50万はとりあえず見なかったことにして、2乗の動的計画法をやってみると、こうだね。これを C++ で書いたところで間に合わないけどな。この内側のループを消すよ。TP 配列の持ち方を変えて、TPI を i っていう数で終わる時の最大の長さにすると、区間の中の最大値に1を足すのの繰り返しだから、セグメントツリーが使えるね。最長増加部分列っていう類題があるから、紹介しておくぜ。問題 F。N 個の整数がある。この中に x×y=z っていう関係のトリオは何個ある？最大1000桁の整数が1000個まであるぜ。ああなるほど。10×1000 回本当に掛け算しちゃダメだよね。1000の3乗に重いおまけがつくから、まあ無理だろう。でも約数がどうのこうのみたいなのも大きすぎて無理そう。一つ素因数分解するより100万回掛け算する方がマシだな。実は積んでない？絶対に1回で正解する方法は、正直私もわからない。テストケースは100個くらいしかないから、1000回に1回くらいならまあ失敗できるぜ。じゃあ、適当な数を選んで余りが合ってたら OK で。ケース1個あたり実質10億回くらいのチェックをするから、100ケースでは10の11乗回くらいで、それぞれが10の30乗分の1くらいの確率で失敗するなら、地球上の全員が提出しても全員助かるだろう。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。